佐々木さん佐々木さん。確かに今の状況だと難しいね。アイデアはとてもいいと思ったんだけど。学童保育所の都合なのでなかなか無理も言えなくて。そうですか。いくらうちが自主性を重んじてると言ってもね、まだ調査ができてないっていうのは、確かに佐々木さんしばらく体調不良だったからあまり動けてないっていうのもわかるんだけど、それにしてもね、もう少し早く相談してくれないと。すみません。今から調査を企画するのは現実的ではないな。そりゃがっかりするよね。だから先生に言いたくなかったけど。でももうここまで来たらどうしようもないし。佐々木さん、はい。手持ちのデータ他にもなかったっけ？確か卒論では。学童保育のボランティアさんの意識調査ですか？インタビューデータはありますけど。去年の論文の施設と同じ施設だったよね。はい。ああ。じゃあさ、去年の論文の研究テーマに戻って卒論のデータを見直してみたら？いや、でもあれは違うテーマで集めたインタビューデータですけど。そうなんだけど、過去のデータを掘り返してみると別な形で解釈できることもあるし、佐々木さん同じフィールドに繰り返し入って中のことも知ってるし、新しくテーマを広げるより卒論と修士の研究を延長するって手もあるよ。もちろん去年の論文にはない新規性がないとダメなんだけど、でも可能性として探ってみてもいいんじゃないかな。うまくいったら今年の投稿もいけるかもしれないし。そうなんですか？それは考えつかなかったです。そうですね。ちょっと見返してみます。考えてみたい。はい。佐々木さんは確か来年度までに博士号を取りたいんですよね。はい。父との約束で進学の条件だったんです。じゃあこの論文何としても形にしないとね。大丈夫。佐々木さんならいいアイデア浮かぶと思いますよ。はい。ありがとうございます。検討してみます。期待してますよ。はい。さすが現場を知ってるだけあって視点と狙いが面白いですね。ありがとうございます。中学校には何年赴任されてたんだっけ？ 3年です。現場には限界を感じて退職したんですが、私と同じように困ってる先生方はきっとたくさんいるんじゃないかと。それでそうした先生を支援する研究がしたいと思ったんです。そうだった。実地を見られてきた経験から北欧と日本のインクルーシブ教育を比較分析するっていうのは面白い。でも具体的な研究方法がまだ明確になってないね。このテーマだと実際に現場を見る必要があるから、アンケート調査ではなくてインタビュー調査をした方がいいですよ。私の論文でもそういう方法を採用していますから、過去論文に目を通してもらって。あと
関連する授業をいくつか受講してください。でも面白い研究になりそうです。期待してますよ。ありがとうございます。あ、山口さん。はい、悪いけど次ワンさんを呼んできてもらえるかな。わかりました。ワンさんの研究面白そうだね。期待してますよ。ありがとうございます。あ、先生。よかったらこれどうぞ。これは？フォーチュンクッキーと言います。おみくじみたいなものですね。へえ。割ってみてください。中にメッセージが入ってます。この中に？はい。面白いね。おー。You will be rewarded。嬉しいね。実はね、私にも大事にしてる言葉があってね。はい。ほら、あれなんですよ。よく生きることである。素敵な言葉ですね。ソクラテスの言葉です。若い頃、尊敬する恩師から贈られたんですよ。先生の直筆なんです。私たち教育学に携わる者には特に大事なテーマだと思いますね。この研究室の皆さんにもぜひその心意気で日々過ごしてもらいたい。はい。あ、これだ。よし、これで大体揃ったかな。よし、いいね、いいね、いいね。いや、最高だ。どうしたの？いや、いい時代になりましたよ、山口さん。僕はこの時代に研究生活ができて幸せです。何が？新兵器ですよ、これは。音声データを文字データに起こしてくれるんですわ。しかも早い。これってフリーサイト？インタビュー音声上げてるの？そうっすけど。これダメ。今すぐ中断して。なんでですか？いいから早く。川村くん、私たちまだ会って間もないけど、これ大事だから言っとくね。あこのインタビュー音声を取らせてもらうときに、取材先に個人情報を保護するって書面を渡したでしょ？渡しましたけど、でもあれは便宜的なものですよね。全然違うよ。もしオンライン上で漏れたらどうするの？いやでもアップしただけだから漏れたわけじゃないですよね。そんなのわかんないよ。このサイトがどんな管理をしてるかちゃんと確認してる？いや、してないです。今度からちゃんと確認してください。はい。ごめん、時間取らせて。私からは以上。じゃ。
怒られた。怒られた。ワンさん、ありがとう。気をつけて。やっちゃったな。つい言ってしまった。今の時代文字起こしサイト使わない人いないと思うんだけどな。てか今までの取材データ全部やってるし。とりあえず今までできたものだけフォルダに入れてっと。あれ、この前のデータはこれだけだっけ？もっとあったよね。あれどこに入れたっけ？待てよ待てよ。人数と数が合ってないんですけど。いやいやいや、そんなはずないって。もしかして消しちゃった？なんだよもう。これもだ。よく似てる。これって自己投与って言うんだよね、確か。どういうこと？ここまで数があるってことは意図的だよね。どうしよう。誰に相談すればいいんだろう。ということで文献調査をメインにしつつ都市部のフィールド調査についても準備していきたいと考えています。この計画ならデータも揃えられそうだし、あとはワンさんの頑張り次第で論文投稿のタイミングを考えていきましょう。順調そうですね。ありがとうございます。さあ皆さんも論文は数を出さないと人の目に留まりませんよ。自信なくてもどんどん投稿してくださいね。はい。はーい。乾杯！畜生うめえ。お疲れ様。お疲れ様です。山口さん、そして改めてよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。まあ遅ればせながらの交流会も兼ねてということで、ワンさんはさ、博士取ったらどうするの？私は中国に帰ってここで学んだことを学童保育に生かそうと思ってます。ワンさん偉いな。いや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 。大丈夫？ちょっとっていうかだいぶ気になってることがあるんだけど。何？この間の個別の論文指導の時に池田先生から先生の過去論文を読むように言われたの。それで大方読んでみたんだけど、同じ文章がそっくりそのまま別の論文にも載ってるの。え？
それって引用してるってこと？違うの。引用表記がないの。タイトルだけ変えてほとんど似たような内容の論文がいくつも出てる。池田先生の過去論文読んでないの？実はいや全部は読んでない。でも掲載されてるっていうことは別に大丈夫なんじゃないの？でも査読者も池田先生の全ての論文を読んだわけじゃないだろうし、査読論文だけじゃなくて招待論文とか起用とかもあるから。いやでもさ、今まで問題になってないんだから別にありなんじゃない？いや同じテーマの研究だったら重複する部分はあるだろうし、自分の文章なんだし。いやいや、自分の論文だろうといろんな記述をそっくりそのまま使うなんて。いや建前はそうだけど、いやなんかそういう論文たくさんあるような気がするけどな。いやいやいや、これはれっきとした自己投与、研究不正に当たると思う。研究不正？池田先生がまさか。いくら先生とはいえ見て見ぬふりは研究不正に加担することになると思うんだけど。いや大げさだよ。だって現に今問題になってないわけだし、それに先生にも失礼だと思うけどな。ね先生はよく生きるという言葉を大事にしてます。私もそう思いたいよ。だからこそあの不自然な論文が発表されてるのはどういうことなのかどうしても知りたい。決めた。ゆりちゃん。すいません、芋のロックおかわりください。はいよ。ちょっと変なこと考えないんだよね。とは言ったものの、私の思い違いだったら本当に失礼な話。いや、でもそうじゃなかったとしたら。自己投与？ええ、先日アドバイスいただいた通りに先生の過去論文を読ませていただいたのですが、発表時期や媒体の異なる先生ご自身の論文それぞれに内容が同じ記述が見受けられるのですが。ほぼ同じ内容ですよね。実は私がいた大学で助教の先生の論文に自己投与が見つかって論文が撤回されたことがあったんです。私もそれまでは知らなかったんですが、自分の論文であってもすでにパブリッシュされたものは公のものというか、だから適切な引用をしなければいけないと研究倫理の講習で教わりました。確かに山口さんのおっしゃる通りです。でもね、もう昔に出版してしまったもので、それで判断してもらっていいと思うんです。それぞれ載ってる媒体も読む人も違うしね。でもそんなに心配することではないですよ。不正をしてるわけではないんだから。それぞれの論文は年ごとにデータを加えたり考察を深めたものにしているから、見た目は同じに見えても実は中身は別物とはっきり言えます。杓子定規に考えず、
臨機応変にやるというのも研究には大切ですよ。でも気づいたことをこうして気兼ねなく言えるというのはいいと思うな。研究者として見込みありますよ。ああ、でもまた何か気づいたことがあれば何でも言ってくださいね。失礼しました。ゆりちゃん言ったんだ。今思えば、引き返せるとすればあの時がそうだったのかもしれない。それから数ヶ月後、私はようやく論文を雑誌に投稿した。投稿論文は未発表のものに限る。他の学会誌、本学会年報、その他研究企業などへの投稿原稿及び博士論文と著しく重複する内容の原稿は一切受け付けない。心配しなくても大丈夫ですよ。査読の結果コメントがついて帰ってくるのはよくあることですから。佐々木さんの去年のあの論文は学会でも評判になったし、査読者もなおさら目についたんでしょう。いや、でもこれは二重投稿の疑いのメールですよね。要するに新規性を説明すればいいだけなんですよ。佐々木さんならできるでしょう。でももともと研究テーマと時期が違うデータをくっつけたものだから、新規性といっても説明が難しいです。そう？でもこれは佐々木さんに何か見解があって始めたことなんですよね。え？どういうこと？先生のアドバイスで始めたことなのに、まさか忘れてるなんてことある？ちょっと私にはなんて返したらいいかわからなくなってしまっていて、何かアドバイスいただけないでしょうか？佐々木さん、今は正念場ですよ。データを違う角度から読み解いて論考を示すのは研究の醍醐味です。ここは独り立ちするいい機会をもらったと思って一つ頑張ってみてください。佐々木さんは優秀なんだから。はい。最近の学生は細かいことばかりに気を取られて論文を書くのが身についてないな。でも自分で乗り越えてもらわないと。
佐々木さん論文リジェクトされたって。本当ですか？うん。これで来年度の博士号取得は難しくなったから、佐々木さんまだ残るみたいですよ。そうなんですね。私何してたんだろう。ダメじゃん。論文って子供たちが楽しく過ごせる場所を作るために私研究してたんじゃないの？うん。フレッシュなデータもよく集められてるし、構成や論考もよくまとめられていますね。あとは少し細かい部分を手直しすれば投稿できますよ。ありがとうございます。先生のご指導のおかげです。いやいや、ワンさんも一人でよくここまで書き上げましたね。他にワンさんからは何かありますか？一つだけ池田先生と皆さんにお聞きしたいことがあるのですが。何でしょ先生をはじめ研究室の皆さんには研究の構想から調査でたくさんのアドバイスとご協力をいただきましたので、今回の論文の共著者に皆さんの名前を載せたいのですが。何言ってるのワンさん。普通そんなことしないよ。そうですか。友人の研究者からそういうものだと聞きましたので、もしよろしければ自分の論文はちゃんと書き上げて皆さんに迷惑はかけませんので任せてください。お母さん、俺何もしてないし、調査ちょっと手伝っただけで。そんなのダメだよ。せめて謝辞にしてよ。そうですか。わかりました。あ、でも池田先生の名前だけでも入れてはダメでしょうか？まあ、ワンさんが載せたいなら別に私はいいけどね。そうですか。ありがとうございます。中国の恩師の名前も入れようと思って今聞いてるところなんです。ワンさんありがとうございます。皆さん、それでは他には何かありますか？何これ。私からよろしいでしょうか？どうぞ。もうご存知だと思いますが、前に投稿した論文が不採用になりました。私の力不足です。論文についてはもう一度プランを整理してみたいと思っています。また一から頑張りたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。佐々木さんありがとうございます。佐々木さんならできると思います。まあ、博士取るまで4、5年かかる人もざらにいるからね。有望なテーマなんで、ぜひ頑張ってください。さあ、論文書いてなんぼですよ。みんなも頑張っていきましょう。他に皆さん何かありませんか？山口さん何かありますか？論文ってただ書けば形になればいいものなんでしょうか？書かなきゃ形にしなければそもそも論文は存在しませんよね。研究者としてやっていくにはもちろん研究内容が第一ですが実績も大事ですよ。理想も大事ですが現実と折り合いをつけていかなければいけません。臨機応変にね。
共通に研究不正にあたる行為として定義されているのは、捏造、改ざん、盗用であり、ファブリケーション、フォーシフィケーション、プレジャリズムのそれぞれの頭文字を取って FFP と呼ばれます。しかし、意識的で不正な研究行為は、捏造、改ざん及び盗用だけではありません。責任ある研究活動と、これらの研究不正との間にも、研究への信頼を損なうとして懸念されている研究行為があります。二重投稿、自己盗用、サラミ出版の問題について、ここにいらっしゃる先生方は理系の話と思っていらっしゃるかもしれません。違います。学術分野に関係ありません。こうした行為は必要以上に自分の業績を多く見せようとするという点で問題があるだけではありません。同世代だけではなく、後世の人たちの研究にノイズを残し、社会に歪みを残すことにつながります。調査報告によると、自身が QRP に関わったり、実際に目撃している研究そして今、私たちはそれぞれの道を行く。でもゆりちゃんの就職はおめでたいけど寂しくなるな。またちょくちょく飲みに行こうよ。池田先生の愚痴も聞くからさ。ぜひ行きましょう。で、山口さんの教育支援の NPO の話もぜひ聞かせてください。聞きたいです。はい、話します。そうだ、持ってきましたよ。はーい、フォーチュンクッキー。懐かしい。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。もうワンさんといえばですもんね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、みんなでせーので見せ合わない？おー、いいね。せーの。またこれかよ。何？調子に乗ると災いあり。ぴったりじゃん。ぴったりじゃんじゃないですよこれ。